はじめまして、YouTuber フリーアニメーターのヒデと申します。今回は数あるコロソの講座の中から僕の講座に興味を持っていただきありがとうございます。早速ですが、今回の講座ではどんなことが学べるのか、全体がどのような流れで進んでいくのかという部分について簡単にご説明させていただきたいと思いますが、その前にまず僕が何者なのか知らない人もたくさんいらっしゃると思いますので、僕の経歴について簡単に自己紹介させていただければと思います。僕が絵に関する仕事を始めたのは2010年からですので、今年で14年目となります。25歳ぐらいの時にアニメーターになりたいと思って、そこから本格的に絵の勉強を始めたんですよね。そして27歳の時に専門学校に入って、その2年後、29歳でアニメ制作会社に入社しました。アニメーターとして仕事を始めてからは、本当に様々な作品に参加させていただきました。参加した作品を一覧にしてみましたので、ちょっと見てみましょうか。一つの画面でちょっと収まりきらなかったので、縦スクロールにしてざっと紹介していきますね。見にくいかもしれませんが、ご了承ください。これ以外にもゲームや CM、アミューズメント関係のアニメなど、クレジットに残らない作品もあるので、これが全てっていうわけではないんですけど、こうして見ると結構いろんなアニメに関わらせてもらったなって感じですよね。ワンピース、プリキュア、ナルト、進撃の巨人、僕のヒーローアカデミア、テンスラなど数多くのアニメ作品に作画監督や原画として参加させていただいておりました。そして2021年からは YouTube でヒデチャンネルというチャンネルを設立し、これからアニメーター、イラストレーター、漫画家など絵を仕事にしたいと考えている人に向けて、顔や体の描き方を中心に幅広く有益な情報を発信し続けています。YouTuber としての活動を始めてからは、専門学校での登壇や、フリップスタジオというペイントソフトに搭載されている 3D 頭部モデルの監修、ライブ 2D という会社のアニメーション制作の協力をさせてもらったりと、一般的に言われる商業アニメーションの制作以外のお仕事も幅広くやらせていただけるようになりました。今回の講座では、そんな自分の経験を生かして皆様の絵の上達に役立てるような講座ができればと思っています。それでは自己紹介はこの辺にして、今回の講座がどういった内容になっているのかお話ししていきたいと思います。今回の講座を一言で言うと、とにかく書いて覚える人物画ドリルといった感じで、コンセプトとしては、とにかく実際にたくさん書くことでスキルアップしていこうという感じになっています。僕は絵が上手くなるためには2つの要素が必要だと思っているんですよね。一つは知識、そしてもう一つは経験。つまり実際にたくさん書いてみるということですね。知識は情報と言い換えてもいいかもしれませんが、絵を描く際に知識が非常に重要になってくるのは皆さんもなんとなく分かっていただけるのではないかと思います。例えば顔を描くときに顔の比率や描き方のコツなんかを知っている人と、全く描き方の知識がなく見よう見まねでただなんとなく描いている人とでは上達に大きな差が出てくるのは想像できますよね。これは絵に限ったことではなく、音楽やスポーツでも同じだと思うのですが、ただ、知識があれば上手くなるというわけではないんですよね。絵が上手くなるためには、実際に自分で手を動かして描く経験を積んでいくということが非常に重要になってくると思います。某有名なアニメーターさんがこれに関して手に覚えさせるという表現を使っていましたが、とにかくたくさん書いてみて何も考えなくても手がその書き方を覚えていると言えるぐらい書く経験を積むことが大切だということを言いたかったんだと思います。つまり知識に経験が加わって初めてできるようになる。それまでは単に知っているという状態に過ぎないということなんですよね。今はネットや SNS などでちょっと検索すればすぐにたくさんの情報を得ることができちゃいますし、書籍なんかにしても昔に比べて今は絵の描き方に関する本が本当にたくさんあるので、知っていればできるといった勘違いをしてしまう人も増えているように感じます。皆さんの中にも SNS で流れてくる絵の描き方に関する情報をとりあえずブックマークだけして溜め込んではいるけど、実際に自分の絵に反映させて描いてみるということをしていない人もいらっしゃるのではないでしょうか。話を戻しますが、この講座のテーマは全身を自由に描くためのとにかく描いて覚える人物画ドリルということで、
人物を自由に描けるようになるために必要な知識の部分と、実際に描いてみる経験の部分をバランスよく配分した、そんな講座を目指して作成しています。ちょっと話はそれますが、僕は趣味で筋トレをしているんですよね。で、今お話ししたことを筋トレで例えるとすると、知識というのは体に取り入れる栄養、つまり食事のようなもので、実際に書いてみる経験はトレーニングの部分に当たるのではないかと思います。もし全くトレーニングをせずに栄養ばかり取っていたとしたら、ただブクブク太っていくだけで動けない体になってしまいますし、逆に栄養が足りない状態でトレーニングをしていても筋肉は発達せずにどんどん小さくなっていってしまうんですよね。体を大きくするためには食事と運動のバランスが大切なのですが、絵を描くということも新しい知識を増やしていくということと、実際に描いて経験をしてみるということのバランスが重要だと思います。ですので今回の講座は学んだことを即実践することで効率よく成長できるようにカリキュラムを構成してみました。で、この講座を受講する際に皆さんにぜひやってもらいたいことがあるんですけど、ただ講座を見て知識を得るのではなく、講座で僕が書いたものを実際に自分で真似して書いてみてほしいんですよね。各セクションの動画の構成として解説部分と実践部分で分けて時間を取るような構成にしていますので、動画内で僕が書くものをぜひ一緒に書いて経験を積んでみてください。次に、この講座のターゲットについてお話ししていきたいと思います。この講座のターゲットとしては、絵を描くための土台作りをしっかり固めたい人、説得力のある人物がキャラクターイラストを描けるようになりたい人、どんな角度、どんなポーズの人物も自由自在に描けるようになりたい人、こんな感じになっています。じゃあなんでターゲットをこんな感じに絞ったかというと、それには理由がありまして、そのあたりを簡単に説明していきたいと思います。絵を描く工程をピラミッドで表すと、僕はこんな感じになっていると思うんですよね。下から人物ドローイング、素描、線画、影付け、彩色、仕上げといった感じです。これはキャラクターイラストを描く際の作業工程を下から順番に描いていったものですが、重要度としても下にあるものほど重要だと僕は考えています。キャラクターイラストにはこの他にも絵のテーマやアイデア、画面構成、その人の個性なんかも重要になってくるのですが、実際にキャラクターを描く工程だけを考えるとこんな感じかと思います。こういった工程の中で、実は初心者の人ほど彩色以降の仕上げや画面構成のテクニックにこだわる傾向があるように思うんですよね。僕がやっているオンラインサロンではイラストの添削もやっているのですが、デッサン力がない人ほど色使いがうまくいきませんでしたとか、紙をサラサラな質感に見せるにはどうしたらいいですかなんていう感じで細かい部分にこだわって素描の段階で形が崩れているってことに目を向けられていない人が多い気がします。いくら色使いや質感表現がうまくできたとしても、そもそものキャラクターの顔が崩れていたりとか、体の比率やデッサンの部分がおかしくなっていたら、いい絵にはならないですよね。ちょっと下品な表現になってしまうかもしれませんが、もともと素描が下手なのに、それをごまかすように派手な仕上げや画面効果をやたら乗っける行為を、僕はうんこに香水をかけているようなものと言っています。どんなにいい香水を使って匂いをごまかそうとしても、元がうんこだったら何の意味もないどころか余計に悪臭をまき散らす結果になってしまうんですよね。ですので今回の講座ではキャラクターイラストの基礎となる人物ドローイング、全身画の素描部分に的を絞って深掘りしてお話しできればと思っています。もちろん色塗りや仕上げも絵の完成度を高めるためには大事だと思うんですけど、そういったことを習う前に、まずはこの講座を通して人物ドローイングの基礎をしっかり身につけていただければと思います。具体的には細部にこだわることから脱却して、全体のバランスと流れを意識して描けるようになること。絵を立体として把握して、どんな角度からでも描けるようになること。この2つを習得できるように講義を進めていきますので、よろしくお願いいたします。それでは、今回の講座のカリキュラムについて全体の流れを大まかに見ていきたいと思います。全体のカリキュラムを把握しておくことで、今自分が何を目的として講座を受講しているのか、このセクションでは何が学べるのかを常に意識して受講することができると思いますので、最初に確認しておきましょう。まず、セクション1では、僕の自己紹介とこの講座の狙いについてお話しさせていただきました。
セクション2では準備編として線の引き方について解説します。線の引き方なんて言うと、今更そんなこと聞く必要あるのなんて思う方もいらっしゃるかもしれませんが、線が思ったところに引けるかどうかということは、絵を描く上で非常に重要で、キャラクターイラストのように輪郭が線で表現されている絵の場合、クオリティや描く速さに大きく影響してくる部分なんですよね。ここでは絵を描く上でどんな線がいいのかについてと、ペンの持ち方についてお話ししていきたいと思います。セクション3では人物画の基礎知識ということで、人物を描く前に知っておいてほしい予備知識についてお話しします。セクション4はジェスチャードローイングについて。このセクションでは初心者の人がよくやりがちな細部をいきなり書き込むような書き方を脱却して人物の全体を大まかな形でバランスよく捉えられるようになることを目的としています。セクション5は立体を意識した人物の書き方。透視図法の基本を学んで立体的に人物を捉える方法について学んでいきます。セクション6とセクション7では骨格と筋肉の単純化ということで、人体をパーツごとに分けて基本構造から立体として捉えるための簡略化の仕方、実際にいろいろな角度で描いてみるところまで人体を構成するパーツがどのようになっているのか、どう描けばいいのかを深掘りして解説していきます。人体の構造を多角的に詳しく理解することで、どんな角度の人物でもより説得力を持って描けるようになることを目的としています。セクション8、全体のリズムと流れを意識した書き方。ここまで勉強してきた人体の構造を実際にイラストに落とし込んでいく方法をマスターすることを目的として、シルエットを意識した書き方と、より人物を自然に見せるために知っておいてほしいランドマークについて解説していきたいと思います。そして最後、セクション9では実践編として、ここまでお話しした内容を実践的に使えるようになることを目標に、実際にキャラクターの全身イラストを描いていってみたいと思います。今回の講座の流れはざっくりとこのような感じになっております。次のチャプターではウォーミングアップとして線の引き方、ペンの持ち方についてお話ししていきたいと思います。